I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。私は金曜日のランチタイムに IKEA に行ってきました。今日本の IKEA では金曜日に対象メニューが半額になるっていうイベントやってて、半額ってやばいじゃないですか。でしかもローストビーフが3月15日までだったかな、対象になってます。シナモンロールとこのセットですね、1000円いかないんですよ。やばいですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。この後普通にニンニクの匂いさせながら職場に戻りました。今回の動画は最近の購入品で生活が便利になったなーっていうものを紹介していきます。新商品もあります。自分としては安いけどすごい満足度の高い買い物だったなと思ってますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずはこちらの商品を紹介します。サイドテーブルです。こちらはタブレットとすごく相性がいいんですよ。はい、まずは組み立ての説明書です。座れませんのイラストが何とも言えない顔をしてました。ポニーテールが取ってつけたみたいなんですよね。このサイドテーブルは意外と機能的な面がありまして、高さが調節できて、さらに天板の角度も調節できるっていうものになっています。こんな風に立った状態なんですけども、これがね横になるってわけですね。やっぱりこの人なんかちょっと気になりますよね。はい、でタブレットがこんな風にくっつきます。天板がスチール製なのでマグネットがくっつくんですね。でタブレットのケースについているマグネットとくっついてるって感じです。 iPad のタブレットケースってだいたい磁石ついてますからね、くっつくと思います。でこんな風にマグネットクリップをつけてヘッドホンなどかけてもすごくいいなと思いました。差が3段階で調節できるんで、子供も使いやすい高さにできますし、これはね中間の高さにしています。でこれタブレットのケースなしでも、一応くっつきはするんですけども、安定感はねちょっと悪かったですね。でこんな風に立てて部屋の隅っこや難度などに収納することができます。ただ足はね折りたためないので底面積は変わりません。高さを一番高くするとデスクと同じぐらいの高さになるので、デスクの補助的な感じでも使うことができます。でまたすごい発見したんですけども、ワゴンがですねぴったり収まったんですよ、この中に幅も奥行きも高さもみんなぴったりでした。いい感じに収まりました。これワゴンの小さい方ですね、ロースフルトワゴンの方です。デスクの下にちょっとした収納を置くっていう感じにも使えますね。でこのサイドテーブルは 25kg まで OK ですので、上にコーヒーメーカーなんか置いてカフェコーナー的な感じで使ってもいいんじゃないかなって思いました。ちょっと私はコーヒーメーカー持ってないのでイマジネーションしてほしいんですけども下のワゴンにはカップとかお菓子なんか入れちゃったりして、スイートねダイニングまで運んでもいいじゃないですか。こちらのサイドテーブルはベージュも売ってて、それもすごく可愛いです。現在は3色展開ですかね。ワゴンとね色味を合わせるのもいいなと今回思いました。結構いろんな使い方ができるなと思いました。子供と取り合いになりそうな予感。はい、続きましては取っ手を買ってきました。 IKEA には取っ手がたくさん売っています。1個80円、2個で80円かなのものもあれば、2個で1000円ぐらいするものまでいろいろあります。すごい迷ったんですけども、私は今回夫の大きいものを買ってみました。玄関の模様替えを前回の動画で紹介したんですけども、その際にちょっと取っ手を取ってしまったので新しくつけようと思います。これですね。はい、でこちらは2個で1000円、ちょっとねお高めですよね。はい、でこちらが先週の動画で紹介した模様替えした玄関でございます。やっぱりねこのリンドビーンのミラーはすごくね良かったですね。買って部屋がねすっきりして見えるのがいいなと思います。はい、で元々のね穴を利用して取っ手を設置してみました。どうでしょうか。ちょっと大きいですけどもつかみやすくて非常にいいなと思います。ちょっと取っ手をね変えるだけでも雰囲気変わっていいですよね。はい、で続きましてはこちらのポーリケというフックが3つついたクリップを使ってみます。
この玄関の収納にですね、傘を引っ掛けるように使ってみました。この向きに引っ掛けられるって結構便利ですよね。ここの下駄箱にはですね、あとはチラシをすぐに捨てられるような紙袋と、あとほうきとヘルメット、縄跳びボールなどが入っています。またこのスペースはいろいろ企みがありますので、今後も紹介できたらなと思ってます。続きましては新商品です。 IKEA ではガーデンライトがたくさん出ています。どれも屋外でも使えるような電池式や太陽電池式のライトになっています。防滴仕様になっています。で、今回私はこの白いランプを買ってきました。ソラーパネルがついています。素材は濡れても大丈夫なようなポリエステル製です。これは3種類サイズ展開があって、中間のを買ってきました。こういう太陽パネルって言うてそこまでね、その能力ないんかなと思ってたんですけども、意外と使えるなと思いました。作りは非常に簡単で、ここをただね通して引っ掛けてるっていうだけなんですけども、ベランダに1日昼間出しっぱなしにしといて、夜に5時ぐらいに点灯させたらこんな感じで、意外とこのちっちゃい電球なんでめちゃくちゃ明るいわけではもちろんないんですけども、常夜灯ぐらいの明るさはあるなと思いました。こんな感じなんですよね。ちょっとね、こういう動画とかだと明るさって伝わりにくいんですけど、なんていうんですかね、常夜灯ぐらいな明るさですなんか全然虫が寄ってくるほど明るさじゃないですよ、全然。だからキャンプとかベランダとかの屋外用のライトとしても使えると思います。で、本当に何時まで点灯するかなとも試してみたんですね。そしたらですね、普通に朝まで光ってました。もちろん天候とかにもよるんでしょうけどね。私最初やり方分からずにスイッチオンオフしてたんですけど、暗くなったら自動でついて、昼間になったら消えるみたいですね。試しに夜に寝室に持って行ってつって見てたんですけども、つけっぱなしでもね電気代かからないからいいですよね。どんな風に飾ったらおしゃれなのかがちょっとねいまいちわからないんですけども、 IKEA の公式サイトにはこんな風な写真が載っていて、とにかく大量に吊るせばおしゃれな風に見えるみたいです。いや、これ何個あるんって思いましたけどちょっとサイズ違いも欲しくなる可愛さですよね。はい、で続きましてはこちらの商品です。こちらはサイドテーブル界の最安王なんですけども、なんと6色展開で1台1999円なんですよ。めっちゃ安いですよね。で、今回組み立てもすごい簡単でした。このねラベルはね剥がさない方がいいんですよ。皆さん家具をね IKEA って下取りしてくれるじゃないですか。その時にこのラベルがあることが条件になってくるので、ラベルはねこういうラベルは剥がさない方がいいんですよ。はい。で、組み立ての説明に戻りますけども、ネジがね1種類しかないから本当に簡単でした。ほんと10分ぐらいかな、そんなにかからなかったと思います。なんか説明書が謎に押して全部閉めろみたいな書いてあったんですけど、ちゃんとこれ通りにやりましたら全然型つきもなく、このようなこの字型のミニマルなサイドテーブルが出来上がりました。なんかもう大丈夫、動きめちゃくちゃミニマルですよね。ちょっと横がねネジが丸見えになったりとかそういうのはあるんですけども、この形状を利用して今回ちょっと使いたい場所があるんですよね。それがこちら、洗面所です。最近洗濯かごの横にロボット掃除機を置いています。ただロボット掃除機の上の空間がどうしてももったいないなと思ってたので、今回サイドテーブルを置いてみることにしました。以前ねイーバルの棚をねロボット掃除機さんの上に設置する話も動画で紹介させていただいて、未だにね結構その話コメントいただくんですよね。たくさん反響ありがとうございました。はい、こんな感じにしてみました。ちゃんとね帰ります。いい感じ
でちょうどねこの横幅がねもう1台ぴったりでしょうこれ。はい、ということでもう1台買って作っておいてみます。なんせね1台2000円ですからね。これ2台買ってやっと4000円ですからね。すごいですよね。このシンプルなデザインがランドリールームにぴったりだなと思いました。で洗濯かごとか置くのにもちょうどいい高さ、ほんとちょうどいい。今回IKEA のリーサトルブバスケットを置いてみましたけども、可愛くていいなと思います。スチール製なのでマグネットがくっつきますので、マグネットクリップを使ってゴム手袋をかけたりですとか、こういったねマグネットのフックを天板につけて小物を引っ掛けたりすることが可能です。こんな感じで下にヒーターなど収納場所としても使えますね。高さが以前よりもね低くなった分すっきりして見えます。横にね線が揃ったせいかもあるかもしれないですけど、すっきりしたなっていう印象になりました。ちなみに最大荷重は9キロまでとなっています。次回は春の新商品ラッシュです。紹介していきたいと思います。こちらが意外と便利でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。もしよかったらコメント残してもらえるとすごく嬉しいです。